もう船長さんが教えてくれるんで、あとはそこをうまく通せるかで。お、来た来た。よっと。このセグロとヒラアジどう違うのか、ちょっとね、食べ比べいきたいと思います。はい、こんにちは、矢野です。今回は東京の出張に絡めて横浜でアジングをしてきました。で、今回はおかっぱりでのアジングではなく、ボートからのアジングになります。実は僕自身、ボートアジングの経験がほとんどなくて、2015年に大分県で1回やっただけになります。なので、今回が人生で2回目のボートアジングでした。そんな状況で初めての横浜の海でどれだけアジが釣れるのか、そして美味しいと噂の横浜のアジは本当に美味しかったのか。今回は実調に加えて横浜で釣れたセグロとヒラアジの食べ比べもやっていますので、ぜひ最後までご覧ください。あの前ぐらいがもうたくさんいる。おー。カウント6から今これだと15ぐらいの間にいる。はい。どうぞ。いいっすよ。はい。ここから左側に多分いる。はい。さあ、そしたら横浜のボートアジングやっていきます。さっきちょっと魚探で映っていたんで、そこをね狙いながらやっていきます。投げてカウントを取りながら沈めていって、そして釣っていきます。釣れるかな。前はいないからね。お、手前はいないんでチャットを回収して、暗い方に投げて、よし。お、ファーストホールで食ってました。お祈り案件、バレないように。よいしょ。よっと。いや、いい味釣れてくれました。東京湾のアジです。パスンと締めて、ここで入れておきます。ちょっとね、もう別の場所で何匹か釣りましたが、5匹目ですね、これで。さあ、もう一回狙っていきましょう。ピッと投げて。そんなになんか思いっきり投げなくてもいいみたいな。ちょいっと投げて、沈めていきます。三好3メーター先からずっと15メーター先。はい。もう船長さんがいるところを教えてくれるんで、あとはそこをうまく通せるかで。ちょっと触った気がしたけど、違うか。お、来た来た。食いました。おっと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 。よいしょ。よっと。いや、2匹目釣れてくれました。さあ、ワームはイージーシェイカーの 2.5 インチやってます。めちゃくちゃ釣れます。俺の中では、はい。ヘタレシェイカー。ヘタレシェイカーですか。もうすげえ弱いんだもん、これ。ああ、耐久性は確かにそうですね。はい。ないですね。多分、はい、俺、わかんないけどさ、はい。じゃないから。はい。マジでよく釣れることは多分釣れると思う。はい。姿勢がいいのかなんとか知らんけど。はい。だけど、2匹。はい。3匹限界。針抜いたところから、はい。ほら、溶けてきて、はい。出始める。あでもね、そのグリーンは、あ。はい。いい。ああ。そのグリーンは大好き。へへへ。で、ファーストホールで食ってました。ジャッカルがはい。出してるんですよ。あ、そうなんですね。ジャッカルがね、出してる。緑色。蛍光緑みたいな。はい。こっちの方が全然大違い。ああ、そうなんですね。そうしましょう。はい。そしたら、
別の場所に移動ということで、移動します。よし、じゃあ移動します。今8から15の間、3メーター6メートル、4メーター6メートル。さあ、食うかな、この場所では。ゴミがついてた。これは釣れない。棒が。15。三角形の真ん中から左に。一発。練ったところまでうまくアジの突きが通せたら一発で。よいしょ。いや、移動した先でも連れてくれました。船長さんありがとうございます。よし。よし、針先チェックして OK なので。手前にもいるわ。お、4から3メーター先以上にいる。ちょっとね、船長さんが突き場を教えてくれて、そこを通せてないと思ったらもうちょっと回収して、もう一回投げ直す感じです。今、ここもごめん、いなくなっちゃった。食いました。割と近くで食いました。ほんとね、連れてくれました。おお。ただいま愛媛に帰ってきました。いやー、初めての横浜でのアジング、めちゃくちゃ楽しかったですね。僕自身ボートアジングするのが10年ぶりぐらいで2回目ということで、まあ本当新鮮な体験でした。で、今回の釣果の一部を愛媛に送って持って帰りました。で、今回釣ったアジはシンプルに刺身、そして塩ユッケ、この2品でいただこうと思います。噂によると横浜のアジはめちゃくちゃ脂が乗っているらしいので、食べるのが楽しみです。で、さばく前に今回釣ったアジをちょっと見ていたら、セグロとヒラ2種類いました。で、上のアジがヒラアジといういわゆるイツキタイプのアジで、基本的にあまり回遊しないタイプのアジになります。なのでセグロの方が回遊する分体が筋肉質でスマートな体型、そしてヒレも大きい。で、ヒラアジはあまり回遊しないので、どちらかというとちょっとメタボリックな体型でヒレも小さめの個体が多いです。あとは色もセグロの方が焦げ茶っぽい背中の色をしていて、ヒラアジの方が青みがかった色になっているっていう個体が多いです。基本的に横浜はヒラアジが多いイメージでしたが、今回釣ったアジはだいたい1割ぐらいがこのセグロのタイプが混じっていました。こうやって並べてみるとセグロとヒラの体型が全然違うのがよくわかるかなと思います。こういった感じで釣れたアジをじっくりと観察していろいろ見てみるっていうのもすごい面白いですね。僕は好きなのでよくやっています。じゃあまず鱗から取っていきます。お腹側もしっかりと落としてやります。で、今回のアジの内臓は東京の友達の家で先に下処理させてもらいました。で、これからさばいていきますが、今回セグロとヒラ、せっかく2種類のアジがいるんで、この2匹を刺身にしてそれぞれ食べ比べをしてみようと思います。で、残りのこの4匹は塩ユッケでいただこうと思います。まあ一般的にはこのヒラアジの方が脂が入って美味しいと言われることが多いんですが、このセグロとヒラアジどう違うのかちょっとね食べ比べいきたいと思います。そしたらまず最初に頭をパスンと落とします。そして背中側から薄く皮を切るように包丁を入れて、お腹側もスッと入れます。反対側も同じように薄く皮の切れ目に包丁を入れて、そして先に皮を剥ぎます。ヒラアジ今さばいてますけど、軽く触っただけの油が結構やっぱついてますね。背中側からスッと包丁を入れて、お腹側から入れて、そして真ん中でスンと断ち切ります。いやー、身真っ白、綺麗ですね。
で反対側も同じように先に皮を剥ぎます。この状態で皮を剥いだら、ここのハラミも結構皮につかずに身が残るので、僕はこの方法でやっています。そしてスッとお腹側から包丁を入れて、背中側から骨に沿うように包丁を入れて、真ん中でパスンと断ち切ります。これで平味の三枚おろしできました。で背黒と平味が混ざらないようにきっちり分けておきます。いや、背黒の方も身が真っ白ですね。でこっちのお皿に背黒を入れておきます。で塩ユッケ用もさばき終わりました。そしてあばら骨を薄くすいてやります。でこの辺りもトリミングピッとしておきます。スーッと薄くすいて、これね、血がついているところがこの辺りも薄く。そして塩ユッケ用のアジは中骨をもう抜かずに、こういった感じでピッとね切り離します。超時短な方法でもうこの血合い骨を切り離していきます。ちょっと冷やし込みが甘かったんで身割れしている部分はありますが、それでも全体的に血抜きがしっかりできていて、身も真っ白で結構脂も入っているんで美味しそうです。あとは細かく一口サイズに切っていって、これで塩ユッケ用の下処理できました。で次は刺身用の血合い骨を抜いていきます。刺身用も血合い骨切り離してもいいんですが、ちょっとせっかくなんで見栄え重視でいきたいと思います。めんどくさいんですけどね、この抜くのは。最近撮影もあるということで見栄えがいいように頑張って抜いております。そして刺身用に薄く切っていきます。でこの紺色のお皿が平味です。平味を薄く切って盛り付けていきます。ちょっと20センチちょいのサイズなんでお皿1周分いけるかどうかな。お、ギリ1周いけました。平味の刺身です。背黒の方も同じように薄く切って盛り付けていきます。ちょっと背黒の方がサイズが小さいんでうまくいけるかな、どうかな。ちょっと背黒の方は足りないかな、量が。残念、ちょっと足りなかったけど、これでこれはこれで。じゃあ背黒の刺身もできました。で塩ユッケを仕込んでいきます。ごま油を大さじ2入れてやります。で塩を少々振って味付けしてやって、醤油もちょろっと入れてやります。で軽く混ぜてやって、にんにくをちょろっと吸って入れてやって、生姜も適量入れてやります。これでもう一度軽く混ぜてやって、でここでアジをドバーッと投入して全体になじませてやります。刻んだ大葉を入れてやって、ネギも入れてやって、で再び全体になじむように混ぜていきます。で僕は薬味が多い方が結構好きなので、今回大葉とネギはちょっと多めに入れています。でニンニクは生のニンニクを吸って入れるとちょっと辛くなりすぎることがあるので、半かけらぐらいを入れるようにしております。お好みで分量調整してみてください。で全体に馴染んだら中心に卵の黄身を入れるポケットを作ってやって、仕上げに卵の黄身をポトンと落としてやって、アジの塩ユッケの完成です。ちょっと黄身が割れてしまった、失敗。いっか、見た目が悪いだけなんで。アジの塩ユッケの完成です。それではいただきます。まずは
塩焼きからいきます。黄身をちょっと崩して混ぜて絡めてやって、あ、これはめちゃくちゃ美味しい。もう一度絡めて、味自体も臭みも全然なくて、塩味の加減も絶妙で、ちょっとうまくて箸が止まらなくなってます。いやー、これはうまいな。で、塩焼きは作る時に塩を入れているので、すぐに食べないと味から余分な水分が出てきたり、一気に水っぽくなって美味しくなくなるので、もう作ったらすぐに食べるのが鉄則です。うまい。いや、これはお酒が飲みたくなるので先に日本酒いきます。今日のお酒は日立の伊予の涼み桜ということで、愛媛県の松山市の酒蔵さんのお酒になります。うっすらピンク色なのかな。瓶がピンクなだけか。いただきます。いい香り。純米酒っていうだけあって、やっぱお米の味が口の中にふわっと広がって美味しいですね。このお酒も本当は横浜で釣れたアジだったので、神奈川県のお酒で合わせたかったんですが、ちょっとね、今回買う時間がなかったので、もう愛媛県のお酒で合わせております。僕もいろんな地域のお酒いろいろ飲んでみたいので、もし何かおすすめの銘柄ありましたらコメントで教えてください。で、次はお刺身の食べ比べということで、この平アジからいただきます。この平アジのお刺身どうでしょうか。醤油をつけて、さあどうでしょうか。これはめちゃくちゃ美味しい。この味サイズが小さいのでどうかなと思ったんですけど、これはほんのりと甘みがあってすごい美味しい。サイズは20センチちょいだけど油がきれいに入っていて、しかも味の旨みが口の中でふわっと広がって、これはめちゃくちゃ美味しい味ですね。いやー、予想外。ここまで美味しいとは思ってなかったです。せっかくなんで生姜醤油の方でもいただきます。生姜も入ってさっぱり食べれて、いや、どちらも美味しい。いや、これは横浜の味めちゃくちゃうまいですね。じゃあ平味の次はセグロをいただきます。一般的に平味の方が油が入って美味しいとは言われていますが、セグロどうでしょうか。醤油につけて、セグロの方がなんか味特有の甘みというか、平味もいいけどなんかセグロの方がこれは甘みが入ってますね。すごい甘さを感じる。これはでもそれぞれの良さがありますね。でも今回釣った中では平の方が油が入っているけど甘みが少ない、セグロの方はちょっと油が少ないけど甘みがあるという感じですね。身の色も平味の方がちょっと透き通っていて、セグロの方が身が白っぽい感じですね。平味の方が一般的に美味しいとは言われること多いんですけど、僕自身やっぱりその時の味のコンディションによって違うなと思っていて、平味でも美味しいやつとあまり美味しくないやつ、セグロでも油が入っていない個体と油が入っている個体というような感じで、その時の味のコンディションによって結構変わってくるので、一概に平だから美味しい、セグロだから美味しくないっていうふうなことはあまり言えないなというふうな感じで僕自身思うところがあります。僕はセグロも平もどっちも好きですね。セグロだから美味しくないということもなく、釣れた魚に感謝をしていただいております。いや、でも横浜の味すごい脂が乗っているというふうに聞いていたんで、今回食べるのすごい楽しみだったんですが、サイズは20センチちょいでもめちゃくちゃ脂入っていて旨味があってうまいですね。この味なんか一部匂いがちょっとするんじゃないかみたいな感じで聞いていたこともあったんですが、もう全然匂いもなく臭みもなく、ほんとすごい美味しく食べれます。いや、これはうまいですね。いや、でも愛媛県もやっぱ場所によってアジの味って変わるんですけど、これ同じサイズだったら横浜のアジの方が美味しいですね。いや、マジ美味しくてビビりました。さあ、そんな横浜でのアジングを思い出しながら残りいただいていきたいと思います。ごちそうさまでした。
ということで今回は横浜でのボートアジングで釣ったアジを刺身と塩ユッケでいただきましたが、正直めちゃくちゃ美味しかったですね。アジって釣る場所やその時のコンディションによって結構味が変わる魚ですが、今回の横浜で釣ったアジは僕がこれまで食べてきた中でも5本の指に入るぐらい美味しかったですね。そしてセグロとヒラアジの食べ比べもできて、それぞれ味の違いを楽しめたっていうのも良かったですね。都会の景色を眺めながら船の上でアジングをするという普段とは違う非日常的な体験もできて、とてもいい経験になりました。今回の横浜のアジングでお世話になりました皆様、本当にありがとうございました。また遊びに行く際はよろしくお願いいたします。ということで今後もアジングに関する濃い情報発信を頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄をスワイプしてハイプで応援もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が、累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。